球の国全部行く。オランダはキリスト教、プロテスタントの国で合理的な考え方をする国民が多いです。人に迷惑をかけなければ何でもやってよいという考えのもと、日本では認められていない様々なことが合法化されております。安楽死、同性婚、麻薬、売春など、私が6年間駐在員としてオランダに住んだ時に見聞きしたことをお伝えします。ではどうぞ。オランダの法律では治る見込みがなく、耐え難い苦痛を伴う患者は自らの意思で安楽死を選択することができます。最も多いのは末期がんです。末期がんは治る見込みがなく、非常に強い痛みが伴います。このような場合、本人の意思、希望をホームドクターなどの医師に伝え、了承されれば注射などにより安楽死をすることができます。オランダの法律では、なんと12歳以上であれば、条件を満たせば安楽死することができるのです。未成年の子供が安楽死を選択したら親は辛いですね。でも自分の意思で選択できるのです。私がオランダ在住の時に実際に聞いた本当の話です。ある日、私の友人がアパートのお隣のオランダ人老夫婦の家にお茶に誘われました。訪ねるとおばあさんは泣いていました。その横でおじいさんは一生懸命メモを取っています。私は末期がんで来週の水曜日、病院で安楽死します。今は私の葬式の計画を立てているところです。おばあさんに向かって、葬式では私の好きなこの花を飾って、この曲を流してほしい。そして誰々を葬式に呼んでほしい。などと説明していたそうです。おばあさんはただひたすら泣いています。おじいさんは来週安楽死で死んでしまうので、その場には自分の遺体しかないのですが、あたかもパーティーのホストのように淡々と計画を立てていたのだそうです。私はこれを聞いて驚きました。そして自らの意思とはいえ、家族が悲しんでいるのに、安楽死を認めても良いものか。でもこの後、数ヶ月、死ぬまで激痛を伴うので、少しでも早く亡くなった方が良いのか、いろいろと考えさせられました。実際オランダ国内でも、神でもない医者が人の生死を決めて良いものかという議論は根強く続いております。オランダでは2001年、世界で最初に同性婚を認めた国です。そのため、ヨーロッパをはじめ、世界中から同性婚をするためにオランダに移住しており、私の周りにも同性婚の方々は普通にいました。息子の保育園に迎えに行くと、男性2人で迎えに来ているなんて普通です。LGBT 先進国のオランダでは、毎年8月初めにゲイパレードが行われます。ゲイパレード自体は世界各地で行われておりますが、アムステルダムでは世界で唯一、運河で船によるゲイパレードを行います。これが一大イベントになっていて、多くの観光客が訪れます。ゲイもレズビアンもみんな平等。それがオランダです。日本の政治家が同性婚は生産性が低いと発言して問題になりました。子供を産むのを生産というのもひどいですが、オランダでは同性婚の方々は子供がいます。男性同士の場合、自分の精子を代理母に依頼して子供を産んでもらいます。女性同士の場合、精子バンクに依頼して精子をもらい、体外受精させて子供を産みます。それぞれ自分の遺伝子の子供が欲しいので、少なくとも2人は子供がいます。なので生産性は高いのです。LGBT の方々も実際に自分の子供と家族になれるんです。素晴らしいですね。オランダでは人間はダメと言われるとやりたくなる。なので禁止しないで国の管理のもと、むしろやらせてあげるという寛容政策を行っております。オランダらしい合理的な考え方です。麻薬と売春を例に説明します。オランダではマリファナなどのソフトドラッグは合法。コーヒーショップでマリファナを扱っています。コーヒーショップイコールマリファナを吸うための場所です。コーヒーと言っていますが、コーヒーはありません。コーヒーを飲みたければカフェに行きます。オランダではハードドラッグとソフトドラッグを明確に分けています。コカイン、覚醒剤などのハード系は法律でも使用は禁止、逮捕されます。コーヒーショップで扱っているのはマリファナなどのソフト系のみです。議論はありますが、マリファナはタバコよりも中毒性が低く、健康被害もタバコより低いとされています。コーヒーショップの前を通ると、タバコの匂いとは異なる甘いような独特な香りがします。他と似ている香りがないので、例えようがありません。マリファナを吸うと、
酒で酔ったようにどんよりとした感じになるそうです。マリファナからハードドラッグに移行する人もいるので、興味本位で吸わない方が良いですね。観光でオランダに来てマリファナを吸いたい方は、帰国直前はやめた方が良いです。成田空港の荷物受け取り所では、特にアムステルダムから到着した便の周りには、必ず麻薬警察犬がパトロールしています。マリファナの匂いが服に染みついているので、警察犬に吠えられて別室に連れて行かれますのでご注意ください。人類最古の職業、売春。オランダでは2000年に買収業が完全に合法となりました。アムステルダムの観光地の一つ、飾り窓地区では、道路に面したドアはほぼ全面ガラス張りで、室内はピンク、紫、ブラックライトで照明し、軒に赤いランプを灯しているので、英語ではレッドライトディストリクトと呼ばれています。飾り窓の部屋のカーテンが閉まっている時は、お取り込み中ということです。価格は50ユーロくらいからで、交渉してから中に入り、15分から30分以内と短時間で出てくるそうです。アムステルダムの飾り窓地区は、オランダでも最大で、通りによって人種などが異なるグループに分かれています。ある通りはウクライナなどの東欧系の売春婦が多い通り、別の通りはアジア系など、オランダ人はほとんどいないと思います。アムステルダムで最も古い建物、旧教会の周りは黒人系の太った女性の飾り窓エリアで、マツコ・デラックスみたいな方たちばかりで、すごいなぁと思っていました。オランダ政府公認の売春婦たちは稼いでちゃんと税金も払っています。そして定期的に検査も行って健康には注意しているようです。国が管理のもと、堂々と立派に働くオランダの売春婦たち。闇の犯罪には巻き込まれないので安心して働けるそうです。何をするのも合理的なオランダ。すごすぎる。そして日本はどれも合法化されておりません。そもそも日本人とオランダ人の考え方は全然違うので、日本で導入するのは難しいでしょう。皆さんはどのように感じましたか？以上、ご視聴ありがとうございました。